無用 JCJC タイムアタック。現在は、ユータ氏が超かっこいい空力マシンで新規参戦。からの 2.51 秒で新記録樹立、というコンボを決めている。それと有志の方がウィキを作ってくれたので、これまでの記録やマシンが一覧で確認できる。そしてウィキを見ていて気がついたのだけど、私は最初に D4 という新マシンを開発したものの、その後新マシンを作っていないのだ。一方で他の参加者は積極的に新マシンを開発しており、タメオジ氏は2ヶ月で7台ものマシンを作っている。そんなわけでそろそろ新マシンが欲しいので、今回はタイムアタック専用の新マシンを開発する。コンセプトは、1、軽量コンパクト。軽いほど運動エネルギーが小さくなるので、鬼門であるレーンチェンジでマシンを抑え込みやすくなるはず。2、拡張性が高い設計。ローラーの位置や角度はもちろん、電池やモーターの位置やサイズ変更に対応しやすくすることで、今後の開発のベースになるマシンにしたい。というわけで開発を開始する。まずは具材の配置。いろいろ悩んだ結果こんな感じにしてみた。タイヤは軽さ重視で小さくしつつ、ギア比を 2.5 対1とすることでスピードを維持する作戦だ。電池はスタンダードに真ん中に並べてみたけど、あえて左右に広げてみたり、小型のリポバッテリーならプロペラシャフトの下に置くなど、今後の開発で色々試せるはず。モーターはミニ四駆サイズにしたけど、ミニモーターやコアレスモーターも視野に入れつつ、フロントモーター化したり、前後2モーターも可能である。そしてベアリングを各所に配置。重量的には不利だけど、フルベアリングは捨てがたい。これらの具に合わせてシャーシを設計。バンパーの先端はセッティング変更できるように、交換可能な形状にした。モーターホルダーと、バッテリーホルダーを作れば、3D データ完成。今までのマシンよりガチ感が強い見た目になったぞ。今回は軽量で合成が高くなるように、3D プリンターの設定をちょっと変えてみた。3D プリンターで召喚中。出てきたのがこちら。シャーシの中がうねうねしている。見た目的にも面白いのでよし。ここからは組み立て。これにバンパーの先端をつければ、タイムアタック専用ベースマシン、アダム、完成だ。すべてのマシンはここから生まれる。ボディはいつものウイニングバードフォーミュラ。マシン重量は約 67g。前回の 116g から大幅に軽量化できている。ちなみにボディだけで 2.62g。テスト走行行ってみよう。スイッチオン。ゴー。おー。良い加速だ。タイムは 3.63 秒。3.7 ボルトだからというのもあるけど、ノーマルモーターにしては結構速い気がする。次はトルクチューンで様子を見てみよう。こういうのは少しずつ出力を上げていくのが賢いのだ。スイッチオン。ゴー。むむむ。タイムは 3.30 秒。思ったよりタイムが伸びないな。もっとスピードが欲しいぞ。プラズマダッシュの出番だ。これを使うために片軸モーターの設計にした部分もある。スイッチオン。ゴー。おー。引っかかってロスしたか？今度はスムーズだ。3回目で飛んでしまった。2回目のスーパースローがこんな感じ。どうやらギリギリの速度だったみたい。ちなみにこのスーパースローは 0.25 秒しか取れないので、扱いがとても難しくてだいたいタイミングがずれる。引っかかりのロスがなかったとしても、2.51 秒には届かなそう。回収したマシンを見たら、ギアがボディに当たっていたので、これを修正すればちょっと速くなるけど、確実に飛んでしまう。アダム素体だとこれ以上は厳しいな。さて、ここから可動ギミックや空力アプローチなど、
攻めた改造を追加しようと思ったのだけど、その前にちょっと試したいことが、それは、ブレーキ。レーンチェンジの部分だけギリギリ通過できる速度に落とし、他を高速で走ることでトータルで良いタイムが出る。という算段である。面白みに欠けるアプローチだけど、最初に薄味を試さないと、濃い味に慣れてしまったら戻れないのだ。ちなみにブレーキの重量は 1.16g。走りに影響が出ないようになるべく軽くしてみた。そしてこの手法は、レーンチェンジ後の再加速が重要になってくるので、4駆であることのメリットが活かせるのだ。うまくいけばさっきよりタイムが良くなるはず。スイッチオン。ゴー。どうだー。右後ろが跳ね上がってひっくり返ってしまった。あとブレーキが弱すぎるのかもしれないので。こうじゃ。シンプルにブレーキを伸ばし、右後ろのローラーに角度をつけてみた。マシン名は、アダム、ブレーキ。関係ないけど、余った材料で作ったら初号機の腕みたいになった。スイッチオン。ゴー。どうだ？おー、クリアした。よし。タイムは 2.48 秒。12秒台前半に突入したぞ。スローで見るとこんな感じ。すごく余裕があるわけではないけど、安定してクリアしている。もうちょいスピードを上げてギリギリを確認したい。ただバッテリーは満タンなので、これ以上速度を上げるには、こういうことになってしまう。さすがにダメだろと思いつつ、何かの間違いでうまくいってしまうかもなのでやってみよう。ただしボディはすでに満身創痍なので、ボディなしで走らせてみる。スイッチオン。ゴー。これはどうやら間違いでうまくいくことはなかった模様。そういえば忘れていたので平面タイムを測ってみたら、3周で 1.45 秒。こりゃ飛ぶわけだ。今回は良い記録が出たものの、マシン自体は中途半端なコンセプト止まりになってしまった。次回こそは可動ギミックや空力など、もっと攻めたマシンを開発したい。そしてルール無用タイムアタックは、スペックを突き詰める、ロマンを実現する、突拍子もないアイディア、など、いろいろなアプローチがあるので、まだまだ盛り上がりそう。そしてどれも楽しそうなので、思いつく限り挑戦してみようと思う。